1947年6月24日、ワシントン州レーニア山の上空を9機の物体が鎖のように連なって飛んだ。目撃したパイロットの証言は空飛ぶ円盤という言葉が広まるきっかけになった。2026年5月8日、アメリカ政府は機密解除された UFO、UAP 資料のリリース01を一括公開した。その中に陸軍省がまとめた一冊のファイルがある。1947年に全米から寄せられた目撃を一件ずつ記録表に整理した未確認飛行物体の事件集だ。本動画ではそのうち1947年の夏6月から8月にかけてアメリカ西部とアラスカで記録された6件を取り上げる。ワシントン州のケネス・アーノルド、オレゴン州の炭鉱者フレッド・ジョンソン、ネバダ州の陸軍中尉エリック・アームストロング、アリゾナ州のジェット戦闘機 P-80 のパイロットウィリアム・マッギンティ、カリフォルニア州の元大型爆撃機 B-29 のパイロットウォード・スチュワート、そしてアラスカの民間機長ジャック・ペック。最初のアーノルドの目撃は空飛ぶ円盤という言葉が広まるきっかけになったことで知られる。いずれも陸軍省の捜査官が聞き取り、未確認飛行物体チェックリストと題された様式に記録した独立した目撃記録である。1件目。1947年6月24日午後3時、ワシントン州レーニア山付近。報告者はケネス・アーノルド。消防設備の販売業者で自家用操縦士の免許を持っていた。記録表にはこう記されている。アーノルドは次機を操縦し、焼き間へ向けて飛行していた。左手には大型旅客機の DC-4 が見えた。空は澄み切っていた。突然機体に光が反射する。左前方レーニア山の北に9機の見慣れない機体が北から南へおよそ170度の方向に飛んでいた。最初はジェット機かと思ったが、数秒ごとに2、3機が向きを変え、太陽の光を鏡のように反射した。山の雪を背景に輪郭ははっきり見えたが、尾は見当たらなかった。鎖のように斜めに連なり、高い峰の間を縫うように飛ぶ。物体までの距離は約32から40キロ。鎖の長さは約8キロ。大きさは DC-4 より小さく約14から15メートル。速度は時速約240キロと記録された。聞き取りを行った捜査官はこう書き添えている。アーノルドが見たのは空飛ぶ円盤だったと。2件目。同じ1947年6月24日の午後。場所はオレゴン州カスケード山脈。報告者はフレッド・ M ・ジョンソン。職業は鉱脈を探す炭鉱者。記録表にはこう記されている。海抜約1500メートルで炭鉱をしていたジョンソンは光の反射に気づいた。見上げると円盤が南東へ進んでいる。望遠鏡を目に当て45秒から60秒観察した。円盤は太陽の光の中で旋回していた。数は5個から6個。特定の変態は組んでいない。直径は約9メートル。尾があった。音はしなかった。この時ジョンソンが持っていたコンパスと時計の針が左右に触れ続けた。その状態は円盤が見えなくなるとすぐに元へ戻った。捜査官はこう書き添えている。報告者は極めて信頼でき、モンタナ、ワシントン、オレゴンの各州で40年間炭鉱を続けてきたと。3件目。1947年6月28日、午後3時15分、ネバダ州ミード湖の北西30マイルの上空。報告者はエリック・ B ・アームストロング陸軍中尉。テキサス州ブルックス基地の輸送部門に所属していた。記録表にはこう記されている。アームストロングはプロペラ戦闘機 P-51 を操縦し、オレゴン州メドフォード経由でポートランドへ向かっていた。高度約3000メートル。地表に対する速度は時速約460キロ。その時5機から6機の白い円形の物体を見た。高度約1800メートル。進路120度。速度も時速約460キロ。物体は非常に滑らかに密集した編隊で飛んでいた。大きさは直径約90センチ。アームストロングはこれは鳥ではないと確信していた。接近する速度が速すぎたからだ。
ジェット機でも従来の航空機でもない。両方とも自分で操縦した経験があったからだ。捜査官はこう書き添えている。アームストロングは極めて誠実で誇張するタイプではない。見たままを述べ、結論は何も下さなかったと。4件目。1947年6月30日、午前9時10分頃、アリゾナ州、グランドキャニオンの上空。報告者は、ウィリアム・ G ・マッギンティ、ジェット戦闘機 P-80 のパイロットだ。記録表にはこう記されている。マッギンティは、高度約7600メートルで、グランドキャニオン上空をウィリアム基地へ向けて南進していた。その時2個の丸い物体が想像を絶する速度で真っ逆さまに降下していくのを見た。1個がもう1個を数秒の差で追っていく。あまりの速さに円形で薄い灰色に見えたということしかわからなかった。直径は約 2.4 メートル。物体はグランドキャニオンの南縁から南へ約40キロの地点に落下したとマッギンティは見積もった。捜査官のメモには彼の所属先としてカリフォルニア州ポートヒューニーミーの海軍航空ミサイル試験センターが記されている。5件目。1947年7月29日正午過ぎ、カリフォルニア州ハミルトン基地。報告者はウォード・エル・スチュワート空軍予備役中尉。元大型爆撃機 B-29 のパイロットだった。記録表にはこう記されている。最初に気づいたのはリハード大尉。スチュワートに未確認飛行物体を指し示した。スチュワートはジェット戦闘機 P-80 が時速約400キロほどで着陸侵入してくるのを見ていた。物体はその P-80 を3倍から4倍の速度で追っていた。少し遅れてもう1個が現れる。重い機体に随伴する戦闘機のように左右に動きながら最初の物体の上を飛んだ。2個の物体は高度約1800メートル以下。乳白色で音もなく、排気の煙もない。速度は時速約1200キロ。進路は120度。物体はその動きを続けながら見えなくなった。6件目。1947年8月4日、夕暮れ。アラスカ州ベテルの北西。報告者はジャック・ペック機長と副操縦士のビンス・デイリー。民間のアル・ジョーンズ航空に所属していた。記録表にはこう記されている。日没時2人は1個の物体を見つけ追跡した。物体は軍用輸送機 C-54 と同じかそれ以上の大きさで、黒く鮮やかな夕空に影のように浮かんでいた。物体がどちらへ動いているか、初めはわからなかった。衝突を避けるため、2人は高度約370メートルまで上昇した。物体は2人の進路を直角に横切っていく。速い速度で遠ざかっていくのを見て、二人はその後ろについて、時速約270キロで追った。だが、物体は4分で見えなくなった。高度は約150から300メートル。速度は時速約840キロ。C-54 の3倍だ。形は、後ろから見た C-54 に似た円盤だったが、エンジンも翼もなかった。表面は滑らかで流線形。推進装置は何も見えなかった。ペックが勤める航空会社の責任者はこう述べている。あの操縦士は空想にふけるタイプではないと。6件の目撃には共通点がある。すべて1947年6月24日から8月4日までのおよそ6週間に起きた。すべてアメリカ西部とアラスカ、そしてすべて陸軍省の同じ事件集に未確認飛行物体の記録表として整理された。差異もある。物体の形はばらつきがある。アーノルドは鏡のようなほぼ円形。ジョンソンは尾のある円盤。アームストロングは白い円形。マッギンティは薄い灰色の円形。スチュワートは乳白色。ペックは黒い円盤。数も1個から9個までまちまちだ。報告者も軍のパイロット、陸軍中尉、民間の機長、そして炭鉱者と様々だ。観測されたのは、ワシントン、オレゴン、ネバダ、アリゾナ、カリフォルニア、アラスカの6つの州。記録表はいずれの事案についても物体が何であったかについて結論を記していない。本動画で扱った6件の記録は、すべてアメリカ国防総省が主管する米政府機密解除プロジェクトパーシューが
2026年5月8日にリリース01の一部として公開した公式記録だ。出典は陸軍省の機密ファイル、インシデントサマリーズ。原本は war.gov/UFO で全文を閲覧できる。記録表はいずれの事案についても物体の正体に関する結論を記していない。本チャンネルはアメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式記述に忠実に紹介するチャンネルです。今後も世界各地、各年代の事案を取り上げていきます。